漫画愛してルーです。パンにバター塗るやつ。あれちゃうわ。サッカーでいうとこのマラドーナ。全然わかんない。うるましゅんくんです。古間俊君。皆さんこんにちは。BE:FIRST のしゅんとです。今の外はいかほどな気温なものでしょうか。暑いんじゃないかな。これが出る頃には秋だと聞いております。そう秋。秋といえば噛んだこいつ噛んだ。噛んだ。秋といえば何でしょうか。そう食欲の秋です。違う。なので今回は漫画を紹介していきたいと思います。タイトル詐欺です。こちらの豪華キャストたちご紹介しましょう。ちょっと名前言ってもらっていいですか。マナトです。お願いしま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 す。早いよ。もう入ってる。俳優じゃん。漫画愛してルーです。ルーだ。ルーさんですか。漫画愛してルーです。いやもう今日は、自分たちの好きな漫画を好きなだけ紹介してもらおうと。そうなんだから何もないのよ。そういう企画もう手元に。何もないよね。これ不安だよ。ね。自分の口だけで。で基本的にさ電子で読んでるわけじゃん。電子だね。電子電子。ああ、電子両方。でもさやっぱ現場とかで待ち時間ってなるとさやっぱさ本とか小説とかはさまあ分かんないけどさ、漫画ってさなんか完結しないじゃん。最新で終えるのは確かにデジタルだからそうそうなんだよデジタルで見ね。たくなっちゃうんだよね。そしてワンピース。ワンピースデーでも告知あったと思うんですけど、ワンピースのエンディングありがとうございます。エンディング本当に。主題歌エンディングありがたい。ありがとうございます。ワンピース選んだ。ワンピースはもうみんな選ぶだろうみたいな、みんな知ってるだろうの体だから選んできてない。いや俺も選んできてないんですよ今日は。もうみんな好きなのは分かってるし、ルーも選んでない。ルーも選んでないからてかまあワンピースを話すんだったら、ジュノンとかそうね。ソータとかも入れた方がいいんじゃないかっていう。まあそれだけで回作りたいから。会議できるからね。そうワンピだけの YouTube があってもいいと思います。なので今回は殿堂入りということにさせていただきたいと思います。殿堂に入ってます。バーいやルーも納得。ルーも納得されてます。ルーさんも。ルーさん早速聞いていいですか。もうルーさんにルーのだからおすすめとか好きな漫画をズバリ伝えたい。世の中に書いてきたんだよねルー。お願いします。お、ルー書いてきてたって。ホワイトボードですか。ホワイトボードに書いてきた。ルーワンピースを外れたら本当にまあ結構ねフェイマスじゃない漫画になっちゃうからなんでカタカナばっか使ったの。ルーのおすすめ漫画はキングダム進撃の巨人中世の七つの大罪ブルーロックジョジョの奇妙な冒険。めちゃくちゃ有名やん。全部有名じゃん。はい。ほぼアニメ化映画してるよね。今回特に紹介したいのはこちらのキングダムね。僕も好きです。これ迷ったんですけど、でも竜兵ラブかなと思ってね。映画が最近出たんですよね。出ましたね。新しい。全然わかんない。叫んだ映画館で。映画館で叫んだ人いる。俺マジキングダムだけ1話も読んでない。でね今回ね持ってきたんですよ。お、マジか。こちらキングダム公式ガイドブックはい戦国七雄人物録。だからキャラの詳細とかが載ってるやつ、ね、そうなんですよ。武力とかが書いてあるんですよ。もうこちら辞典のようになっておりまして、なるこれってマジで好きな人しか買わないよね。数値とかで見たいタイプじゃん。何が強いって。王騎は武力98で指揮力93で知力95、高っ。経験値 S、カリスマ100、カリスマ100。カリスマ100です。まあ大将軍ですからもう全てが優れてるっていうこの将軍。オールラウンダー。そうもうまさに天下の大将軍らしいステータスなんですよね。ちょっと俺見たい人のステータスあるんだけどいい？何モーブ。モーブ。モーブって武力何なの？モーブは確かに王騎より高かった気がする。でも知力はあれやな多分。来ました。武力100、 100度。指揮力93、知力87、やっぱね知力が。経験値 A、武力の化身ということで、もともとこの主人公が村の少年なんですよね。下僕、はい、何の下僕名字すらない少年なんですけど、ヒョウっていう友達がいて、その親友と共に将軍になろうっていう、はい、こう夢を描いてたんですけど、秦国内で内乱があったって話になりまして、はい、昭王の息子の永世っていう今の話だと現新国王になってるんですけど、清教っていう弟がいて、そいつが国のっ取っちゃったんですよ。
で乗っちゃる、うん、それを悪い政治だったんですよね、正教が。そこに夏亮天っていうヒロイン的存在はいがいまして、でその3人で、なんとか秦国を取り返そうってところから始まりました。はい、そこから秦がどんどん成長してって天下の大将軍になるっていうお話なんです。素晴らしい。で王毅っていうのはその秦が目指し始めるより前の昭王っていうその今言った永世のお父さんの時代の頃のレジェンドもう超レジェンド、サッカーでいうとこのマラドーナみたいな感じの存在で、サッカーでいうとな、そのマラドーナが今でも現役なんだけど一旦離れてたんだよね秦を、その昭王が亡くなっちゃったから。でもこの永世っていう男が本当に素晴らしくて中華統一を目指してるんですよ。その永世の志に惹かれて再び戦場に戻ってきて、王毅が天下の大将軍なんです。いわゆるキングダムの王毅将軍に憧れてる秦少年の成長の物語です。素晴らしい。はい、わかりやすい。全然わかんないもう知らない単語ばっか。国の秦と主人公の秦が住んでるんですそうね。ちょっと名前が一緒だからね。秦のどっち今後できる、どっちの秦この主人公の秦の主人公できる名前があるんですけど、そのタイが作られて、はいありますね。その名前がその憧れの王毅将軍から名を授けてもらった飛信隊。由来は一本の矢のように相手の陣地に飛んでって一気に形勢を崩す、そういう一本の矢になりなさいっていう意味で飛信隊。最初100人隊だったんですよ。そうで相手の本陣にめがけて裏からその一本のその人数は少ないけれどそれでも刺さればそこが痛手になるよみたいな感じで飛信隊という名前が付けられましたね。そう最初王毅の下で働いてたんですよ、主人公のシーンは。でそこでめちゃくちゃ大きな役を任されるんです。王毅の下で王毅の下で大きな役割を担うことになるんですね。その時に飛信隊っていう名前をもらって今まで戦ってきた人たちがいたんですよ。そいつらも含めて一丸となって敵の本陣に突き刺しに行くんですよね。とりあえず僕が一番注目してるキャラはこちらはこのね王翦っていうキャラです。王ってついてるじゃないですか。王毅の血筋なんです。そうで武将っていうか知将なんですよね。めっちゃ頭いい。武将と知将って何？武将はもう武の化身。とりあえず知将パはワー知将はその戦術とかってそう戦略考える人。例えば城を攻める時って武だけじゃかなわないんですよ。まっすぐ攻めるんじゃなくてちょっとずつ遅らせて攻めるとか、そういう戦い方がうまいのが知将です。諸葛孔明みたいなこと。そう当たってたね。当たってた。で王毅は全部持ってるんですよ。どっちもできる。どっちもできちゃう。るのが大きい。僕が注目してほしいのは行っていう城があったんですけど、ありましたね。超硬い城なんですよ。その行っていう城が難しい。そこに対してどう攻めたかっていうと兵糧攻めって言って食い物とかそう行に人が集まりすぎることによって行の食い物がなくなって戦わずに血を流さずに勝ったっていう。行っていう飢え死に飢え死にみたいなもんで、行っていうでっかい難しい城があってその周りにも城があるわけで、だからでっかい城の町のちっちゃい都市があって、そうちっちゃいとこ潰してって潰すイコールここに住んでた人を行に行かせて行くってことね。そうなるほどね。食料がなくなるわけじゃん。人が増えてここの行のそれで投降させるっていうやり方。とんでもない知将だったっていう。食べ物から行くみたいなね。はい。いやめちゃくちゃ強い。強いね。ありえんでしょってぐらい強かったです。ただ今王翦調子悪いです。調子あんだ。今調子あんだ。そうなんですよ。ちょっと調子悪いですよ。一個格言残してて、勝てる戦以外しないんですよ。勝てないと思ったら逃げるんですよ。その人も退却する。でも最近はちょっと不調らしくて、ずっとなんか電話で悩みとか聞いてあげたんですけど、いや今マジうまくいってないわみたいな。ルーさんがルーさん忘れてたでしょ今。ルーさんルーだよ。俺はルーだよ。背負うものがあるんですよ、主人公に。戦争なんで人がいなくなるじゃないですか。で一緒に戦ってためっちゃ仲いい友達とかも消えてっちゃうんですよ。でもそういった仲間たちの思いを背負って復讐として力に変えて倒せなかった将軍をどんどんなぎ倒していく、そういうストーリーが面白い。その到底かなわない相手に対してなんか気持ちで
変わっていくっていう、単なる武じゃ勝てないっていう、背負うものがあってこそ強くなれるみたいな、はいそこが面白い。そうはい、城の攻め方とかも将軍一人一人違うし、戦う場所が全部違うんで毎試合違う楽しみがあるんです。最初の方とかは今映画とかでね何回かやってるので、映画から入る人も最近多いですし、確かに映画から見てその続きをまあ漫画で読んでみるみたいな、なるほどね。すごいあり。しかもねめっちゃピンチの状態とか普通にあるんだよね。ハラハラする常に。ああなるほどね。そうでもその時に成長するんだよね。いくら死の間際になって成長する。そう、そこはルーが感動したところ。おお設定忘れてない。設定忘れてない。いやマナトもねいろんなねキングダムとかやっぱ読んでるしね、いろいろ読んでるから。いっぱいでも結構有名どころ読んでる結構読んでるからマイナーなやつの良さも分かるから、七つの大罪も読んでるしそう名前聞いたことあるかなみたいな数あるレベルなんで、まあちょっととりあえずブリーチ。あ、知ってる。誰でも知ってるよ。結構割と誰でも知ってるよ。これだけ気になるんだよね。これは皆さん聞いたことあるかもしれません。残白糖っていうやつ。違う。違うよこれパンにバター塗るやつ。あちゃうわ。あるけどバターナイフね。バターナイフ。俺あんまブリッジ見たことないけど。あ、そうなんだ。黒崎いちごは聞いたことありますか？あるよ主人公ですねみんなそう幽霊とか死神が見えるタイプの子で、ホローは聞いたことある。化け物の名前のことなんだけど、いちごたちが住んでる普通のその世界線に化け物が時々出てきちゃうんですよ。普通の人には見えない。普通の人には見えない。でもイチゴは見えるからだから戦おうとするんですよ。でもそりゃ普通の高校生が勝てるはずなく、でそこに来たのが朽木ルキア。おー、みんな来朽木白夜とか聞いたことあるかもね。助けに来たぜルキアっていうねのが好きなんですけど、俺めっちゃこれ声似てます。ちなみにでそうルキアは死神なんですよ。高校生とか人間とかじゃなく死神で、ソウルソサイティっていう現世とはまた違う裏にある世界線みたいなとこからやってきて助けようとするんですよね。イチゴが襲われてるとこをかばおうとしちゃったからルキアがめちゃくちゃ食らったんですよ、ホローから攻撃を。でやっべ私もう戦えへんわみたいななってどうしよう、あそうだイチゴに力を渡そう死神の。これがイチゴが死神になったきっかけです。イチゴがその朽木ルキアの死神としての力の一部分を渡そうとしたんだけど、イチゴのポテンシャルがやばすぎてほぼ吸い取っちゃってルキアに力が一時期なくなっちゃったんですね。だからルキアの分として死神代行として現世でその出てきた化け物ホローとかをこの死神の力を使って倒そうっていうのがイチゴの最初のまずスタートですそうだね。なるほど。死神が人間に死神としての力を渡すのはソウルソサイティでは重罪で、ソウルソサイティから朽木白夜とあばらいレンジってやつが現世に送り込まれてきて、この朽木白夜っていうのはソウルソサイティに存在する五帝13体っていう隊がありますね。6番の隊長です。でその副隊長があばらいレンジで、そいつら来たんですよね、さばきに朽木ルキアをね。イチゴが応戦するけどあばらいレンジではちょっといい戦いするんですよ、その素人なりに。でこれイチゴいけるやん勝てるやんと思った瞬間目の前から目の前で白夜が消えた。ピシュッってなってイチゴスパーンイチゴがスパーンって血まみれになって、隊長はそのスピードも戦う技術も力もじゃあ白夜めっちゃ強いんだ。白夜大きいもう大きい白夜大きい。だから王毅が13人いるのが13体すごいそう王毅大きいそう大きい13 13人。大きい13。王毅13 13人。15になってるこれ視界と挽回って聞いたことありますか？来た挽回。来た大好きだよね。でもこれ視界っていう1段階目が1段階目ある。挽回は最強。奥義奥義はいはいはい。天差残月って聞いたことある。そうこれだから人によって形が違う。さすまたみたいなやつもいればでっけえ、ねそれこそはいこれですね。そう刀みたいなはいはいそれこそ包帯がついてるね。はいはいはい。五帝13体の隊長になる条件は挽回が絶対使えること。あ、挽回そんなむずいんや。そう一人除いてはね、一人むっちゃ強いやつがいてザラキケンパチってやつがやばい。ザラキザラキバカ強い。初めて挽回使えないけど隊長になったやつで、そんぐらい戦の才能がすごくて、だからさっき言ってたそう武力100のやつ。モあ、モーブね。ーブみたいな感じ。武力100。だからルキアがソウルソサイティ持っていかれちゃいました。
あ持ってかれたんだ。結局ね確かイチゴも結構危ない状態プラスなんか相手強すぎて死神の力が弱くなったんだよ。あそこでねあるやつと出会うんだよね。これ浦原喜助ってキスケ浦原喜助しがない駄菓子屋の店長かと思いきや元隊長でいろんな5体13体のルールとか技術開発いろいろ作ったマジで偉いお偉いさんみたいな人でもその駄菓子屋は奥に入るとめっちゃ修行できる場所があったりとか、でそこでイチゴは休養プラス修行して、そろそろそうルキアがやばいからそうルキ行っちゃおうっアがつって処刑されることが決まってしまったのソウルサイトで。だからやばい助けないとみたいなイチゴが思って浦原喜助は元隊長だしそのソウルソサイティに行く生き方みたいなのも分かるのよ。道は作ってくれてソウルソサイティにやらしいわ本当にキスケ本当に喜助はマジで強いよ。てか王毅も喜助も大きいだしさチャドの力も王毅がチャッチーみたいに言うけどさ、王毅マジやばいからね。王毅やばい王毅やばいからねマジで、マジやばいからねこいつ。マジやばいんだ。もうこいつなんてもう口木白夜やれるのかな。ルーさん飲み込み早いですね。ルーさんはね早い全部キングダムに置き換えてくれるんでありがたいですね。はい飲み込みが早い。ブリーチ、見てない人もキャラとか挽回とかなんか名前聞いたことあるなって人が多いと思うんで漫画アニメ読んだらそれがそういうことかだったり全部知ってるっていうものがつながったりするんでマジで見てください。どっち派なの？アニメ派か漫画派？いや漫画ですね。あやっぱそうなんだ、はい漫画見るとき基本本屋で買ってから入るんで、3巻買って気になったらもう続き買っちゃうみたいな。2巻ぐらいから読んだらちょっといいんちゃでも一巻は言った感じするよね。まああらすじ今ねうね。何巻あります？何巻だっけ？87？でもキングダムもそんぐらいあるっすよね今。張り合ってるさあ次は僕が紹介したいと思います。ドランボンスカンテン。おお。まあ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 、はい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 。いいね。知ってるやつありますか？全部聞いたことあります。俺も聞いたことあるぞ。一番上だけわかんない。10時間の6人。は俺は多分わかる。それでもどれがそれだっけって感じ。なるほど、じゃあ10時間の6人に行きましょうか。まずですね、これいじめっ子といじめられっ子の話でございます。あれか。オッケーオッケーオッケ主人公小学6年生の時当時ですねもうちょいあとー。うるまくん。あごめんごめん。うるましゅんくんです。うるましゅんくん。僕じゃありませんよ。あなたですか。うるましゅんくんですね、非常にひどいいじめを5人から受けております。うわそうだそれだ。人間はどこまで追い詰めたらするのかっていうその5人に実験台として小6の時に首絞められてとか頭からホースでシャワーぶっかけられたりとか、自転車で引こうとしたりとか、そういうひどいことがばっかあったんですよ。でその5人のいじめっ子の5人のリーダー格ももちろんいるわけで、いつまでたっても死なないじゃんみたいな、燃やしちゃおうっつって家燃やします。やばくない？家族死んで弟も重傷の弟がいるんだけど、そうだ弟も重傷のやけどを負いまして、もう主人公はもう怒り狂って超復讐心でも、仕留められる力がありません、ないね彼には弱い弱いからなぜならそんな時に現れました。誰だっけ？王毅のような存在が来ましたこのうるましゅんくんは誰だ？おじいちゃんに弟子にしてもらうんですよ。軍隊だったよな確か元。そう殺人軍隊かなんかだよね。だから人殺し専門のはい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 。だからもう人を殺す術を全て知っている、しかももう最上位にいたそのエリートなんだ。北山部隊の北山部隊夏北山部隊のもう超エリート、それがおじいちゃんだったの。銃を抱えて復讐しようと、してる主人公の目を見てわしが全て教えちゃるっつあれってねあれ感動したちょっと。戦闘を全て叩き込んで成長した主人公が襲撃だ。 5人にいろんな方法で復讐していくっていう漫画ですね。なるほどね。スキー系だ。結構グロいよね。結構ぐらいなんかいろんな拷問をね見られる作品になっております、もう一個もう一個いける。戦隊大失格行こう。戦隊大四角俺もめっいきますか？ちゃ気になるんだよねそれ。
まあいわゆるあれですわ、ショッカーが主人公。仮面ライダーの世界でいう、まあ、仮面ライダーも存在してんだけどショッカーが主人公、一番下っ端、スライムってことだよね。スライムみたいな。ドラクエでいう。そうでもそれめっちゃ気になるのはそのショッカー目線の話ってこと。ショッカー目線の話です。だって要はヒーローがその悪者を退治するわけじゃん。でもそのこの退治される側からの視点の話ってこと。そう大失格っていうの確かに。戦隊大失そこです。おお、よくぞ言ってくれた。ルーさん最高。格。ルーはね結構タイトル気にするから。戦隊はいいやつってはい。戦隊はいいやつっていう、まあなんだろう、ジンクスみたいなのあるじゃないですか。いやまあまあって言われてるしそうされてるものであるからね。そう、まあ毎週日曜日じゃないですか大体。まあはい曜日決まってるんですけはい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 ど、それこれも放映されてるんですよ。その世界内で、その戦隊もののアニメが毎週何曜日に絶対殺されるんすわ。ショッカーたちが。ショッカーたちはその擬態の能力だけ持ってて、ちょっとライオンっぽい怪人に見た目だけなれる、その能力だけなの。持ってるのは、じゃあ強くはないって。強くない、その最強なのもう、はいはい。その戦隊たちは。でもお前ら毎週何曜日にやるの決まってるから絶対に新しい怪人に擬態できるようにやって持ってこいよっつって、それで金稼いでる戦隊たちがいて、ほう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 。でも何らかの方法でそのショッカーが倒します。へえ、なんだかの。あからさまに強い武器、まあそれで神器みたいなもんよ。七つの大罪でいう戦隊だけ残白刀持ってる、残白残白刀みたいなもんよや。でショッカーもそれで攻撃されたら絶対死ぬっていう。あじゃあもう戦略で倒すしかないんだ。そうだから一発でも当たったら死亡な無理ゲーに挑むっていう。へえ、面白い。ショッカー目線なのおもろいね。これね1話見た方が早いです。確かにどういうことか分かるよね、多分言ってることが。キーマンとなってくる王毅さんBE:FIRST のメンバーで例えるんだったら誰ですか？いや王毅は社長。確かに。俺もね、俺今それ言おうとした。王毅は社長だと思いますね。確かに。王毅のすごいところって本当に強い人にしかこう従わないみたいな信念を持ってるんですよ彼は。従う王をずっと定めてたんですよね。王毅自体も言っちゃえば本当に国取れるぐらいめちゃくちゃカリスマ性もあって優しさもあって、知力武力ともに引けもなんか隙がない存在でっていう主人公のシーンに名前を授けるシーンだったりとか、ピンチになった時に言うんですよ王毅が。皆さんの背中にはこの常に王毅がついてますよ、私がついてますよっていう風に言うんですけど、人を従わせる力がもう経験値が圧倒的に桁違いだからこそ周りから信頼されるし、もう一騎打ちでもめちゃくちゃ強いし本当に負けなしの超名将軍みたいな感じなんですけど、メンバーとかに例えるよりもそうやって統率してくれてる社長が一番近い存在かなと思います。はい、ということでみんなの好きな漫画たちを紹介してきましたけども、はい、どうでしたか竜兵さん。なんか気になったやつ見てみたいって思ったやつ。ああそうですね。いやブリーチめっちゃ見やすいと思いますね。見やすい。まあね。ザ少年漫画みたいな。十字架の6人も面白そうだし、いやぜひ見てください。ね、紹介しなかった怪獣8号とかも、まあ、今話題になってますし、怪獣8号はもう紹介しなくても面白い。私はそうですね、キングダムはもう知ってるんで結構竜兵と同じかもうそれ以上ぐらい読んで。違う、竜兵のやつに関してはまあジョジョは俺あれしか見てない、ゴールドエクスペリエンスああ5部ね。5部しか見てないけど、キングダム以外全部見てるかな。以上をもって第1回、晴れトークを終わりたいと思います。ありがとうございました。